来年の7月5日、日本時間の7月5日の午前4時17分に水星ええ。衝突がある可能性が高いんだよ、今。天体衝突によって高潮が何回も来てんの。で、めちゃめちゃ一番でかかったやつは、はい。ノアの大洪水の時なのね。なんだろう、なんか一言、ちょっとなんかご挨拶したいんですけど、いや、僕はコーマッスル選手のことがすごい好きですっていうのをちょっと告白をしておこうかなと思います。ああ、もう好きですね、僕は本当に。うん。まあ、それは、あの、あれだろうね。そういう、まあ、Facebook の AI なんて大した AI じゃないけど、はい。そういう、うまくなんですか、タイミングを合わせるように、Facebook を開いた瞬間に、ああ、はい。そういう記事がうまくマッチングするように、はい。プログラミングしてるんだよね、AI がね。ああ、はい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 。うん。だから、まあ、それで目に入ったから、まああ、あ、AI の仕業だといえば AI の仕業なんだけどね。今日がです。今日これがですね。ああ、はい、うん、はい。そうそう。ああ、はい、はい。こういうご縁もね。ああ、ご縁で。はい。うん。いや、なんか、もう、何を話せばいいのか、なんか僕の、なんか、なんだろ片思いをじゃあ語ればいいですかね。なんか、まず。いいですよ。好きにやってください。好きに。いや、好きになんか、やって。せっかくだからなんか質問したいこととかっていうのも、うん。でもな、まあちょっと、なんだろう、最初に何を言いたいかというと、やっぱり、うん。なんだろう、感謝でいいのかな。いや、僕は本当にコンマッスル選手のことが好きで、で、僕はなんかね、僕が好きな人のなんかためになることをやりたいかなとかっていうふうに思ってて、で、うん。僕が好きな人ってコウ・マッスル船長とか、あとセイヤンとキンちゃんなんですよ。あとユガフさんも好きなんですけど、うん。この方たちのなんか役に立つことができれば、まあそれでいいのかなみたいな心境にあるような、ないような、あるんですけど、まあはい。そんな感じかな。はい。まあ、それはね、自分自分の心とかに正直に、もう本当一秒一秒自分の心に正直にはい。生きるっていうことはね、大事だと思うんですよ。はい。はい。うん。はい。うん。うん。うん。まあ、でも、まあ、あれだろうね。だけど、いろいろはい。世の中に対してとか、ええ。他人に対して、まあ、ええ。自己差もないけど、まだ、はい。その、途中段階にある人っていうのは、やっぱり人に対はい。して怒りっていうのは結構まだあるから、いや、まあ、実はうん。僕もなんかないとはちょっと断言できないけど、まあ、いやいや、それははい。私も結構ありますよ。うん、たまにふとした瞬間に顔を覗かせることも結構あるんでね。ああ、ええ、ええ、ええ、うん。だから、まあ別にそれ完璧には無理ですよ、それは。だけはい、ど、はい、はい。やっぱ、つどつど、なるべく怒りを抑えるってことじゃなくて、はい。結局、自分の思い通りにならないから、相手に対して怒り狂いたいわけであって。ああ、ですよね。そうですよね。うん。だかはい。らそれは、そう、自ら自分自身を変えることをやれば、別にはい。他人に対して怒ることもないんだけど、なかなかそれは私もできないよ、それ。ああ、はい、はい、はい。言っあ、でも、てる本人できいや、本当ないよ。全くその通りだと思います。本当に。自分が変われば世界が変わるんですよね。相手を変えるんじゃなくてでそうすね。そうそうそう、相手を変える必要なんかないの。自分が変われば、はい。まあ勝手に自分が見える世界が変わってくるから、まあ本当そうですよね。実際、まあ、なんていうのかな。相手が変わるっていうか、そういう、皆がはい。た熊楠とか、まあ最近イーロン・マスクなんかも言い出したけど、はい。その、未来が枝分かれしていくんですよ、どんどうん、なるほど。はい。ん。で、枝分かれしていくんだけど、枝分かれした先でまた別の枝とまた、その、はい。クロスオーバーし、つながったりもするのね。はい。木の枝って枝分かれした先ってさ、はい。もう一回接続することってほとんどないじゃないですか。はい。だけど、脳みその、ニューロンのつながって、シはい。ナプスがつながってる状態ってさ、はい。ある一つの経路をたどっていって、無限にこの枝分かれしていった先で、はい。1の経路、2の経路、3の経路、4の経路、5の経路、6の経路。で、はい。稀にこっからこの先の経路はないとかっていうのもあるんだけど、はい。そういうのの繰り返しが起きてんだよね、脳みその中でね。で、はい。それ自体がそのコスモって宇宙の、はい。宇宙自体を構築してるんだけどさ。はい。だから、あの、途中経過が多少違くても、はい。
その、なんていうのかな。結局最終的には同じ未来に到達する場合もあれば、はい。違う未来に到達してる場合もあるんだよね。なんか一はい。見同じ現実世界を共有してるようなんだけど、はい。実は別の、だからしばらくご無沙汰していた間っていうのは、はい。別のなんつうかな、はい。系統樹っていうのかな。だから、はい。そのはい。枝だよね。木のはい。大木はい。のその枝のように、別はい。の枝の方に進んでいったんだけども、あるはい。時私の枝分かれしていった道と、ジーコス枝分うん。かれしてた道がまた今日重なったっていうことが、皆方熊楠の言っている縁っていうその樹、系統樹ってやつ。おー。進化論でいうところの系統樹って一方通行じゃないですか。行ったっきりだよね。ほう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 。どん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 その細分化していくだけじゃないですか。ああ、はい。だけど、うーんと、たまにその血管でもあるんだけど、バイパスみたいに、はい。枝分かれしてった先がまた別の枝分かれしてった先と結合することがあるんですよ。はい。はい。はい。で、そういうポイントのことを、まあ、円、円、円のそのポイント、円っていうんだよね。そのはい。要素ってええ。いうか、はい。ええ。うん。うん。それをだから一番最初に唱えて解明したのが皆方熊楠っていう人で、うん。うーん。そのことについて今ほとんどの人たちは多分量子コンピューターの研究とかしてる人は理解できると思うんだけど、はい。うあのそれ以外の人はね、多分、ほぼ理解できないと思うんだよね、こういうのはね。ーん。あ、僕は今は、タイではなくて、また別の国にいるんですが、えっと、でも12月の中旬に帰うん。国します。あ、本当。はい。で、その後で、書類の準備を整えて、アうん。フリカの方に、せいや金ちゃんと一緒に行くという方向であ、す。僕は。ナイジェリアね。そうですね。僕は一応その方向で今動いてますかね。いいよ。ナイジェリアはパラダイスだね。パラダイスですか。あ、うん。そうですか。コンマッセル船長がいらっしゃるかどうかは、まあ、その時のタイミングって感じですかね。いや、行こうと思えばいつでも行けるんだけど。ああ、はい。まあ、でも実際行くかどうかはまだ、そのタイミングが来るまでは保留というか、決定はされてないってことですね。そうだね。一応今、ほら、クロスオーバーした瞬間だからですけど、一応、来年の7月5日、日本時間の7月5日の午前4時17分に水星ええ、衝突がある可能性が高いんだよ、今。ですよね。はい。ええ、もう存じておで、ります。はい。はい。それがもしなかったとしてもあったとしても、ええ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 。ええ、この地球上に残る人たちに知恵を授けておかなきゃいけないから、はい。まあ、その作業をやってるって感じかな。あ、ですよね。はい。はい。恐れ入ります。ありがとうございますって感じですけど。まあ本当に、はい。ナイジェリアとかアフリカの方はね、被害ないんですよ。ああ、そうなんですか。うん。ああ、離れてるから、やっぱり。あのね、水星衝突が起きても、はい。高潮つって大きい津波が来るのは、ええ、普通にフィリピン海南海トラフ上だけなんで、はい。高潮が来るのは、はい。そうだな、まず日本だよね。あとははい。中国、あとフィリピン、ああとは、ーオーストラリアとか、ああと、ー、パプアニューギニアとか、インドネシアとか、その辺だよね。インドネシア、ベトナうん。ム、ベタイ、トナムとかそうだね。あまあ中あ、あの国も辺はそうだやっぱり。し、朝鮮半島もし、アジア全まあ、そう体は、そうそう、極東エリアは全部、大ヨーロッ東パの方洋エリアは、とかで、ヨーロッパの方は、何にもない被害あ、そうなんですね。地球でさ、規模ってわけじゃないんだ。そっ地球規模か。じゃないの。うん。ああ、そうなんですか。なるほど。ちなみにですね、日本地図作ったんですよ。仮に500メートル以下が埋まった場合の日本地図はどうなるんだろうっていうのを作ったんですよ。そう、コマセル船長がお話で、だから、その800メートルぐらいだったら大丈夫だけどっていうふうに言われてたから、はいはい。うん。日本地図どうなるのかなと思って作ったんですよ。で、来るかどうか知らんけど、うん。どちらにせよ準備しといた方がいいって言われてるじゃないですか。本当にそうだと思うんで、うん。はい。本当にあそう。の、例えば、もし来なかったら来なかったでもいいんですけど、ええ、ええ、ええ、結ええ。局
枝分かれした未来に、ああ、そのはい。水星衝突が、例えば7月5日の水星衝突が、え例えば、まあ今、イーロン・マスクが取り組んでることがあって、はい。要するに核ロケットを、ああ、ぶっけて軌道修正したとしても、はい。結局別のことで、はい。別のことでそういう別はい。の天体衝突というか、まあ、はい。ポールシフト、ポールシフトなり、はい。なんなり、別の事象が結局起きるの、バランスを取るために。なるほど。やっぱりなんか、いや、実はそうじゃないかと思っうん、てました。なんか、そう、止めることはできないんですよ。あ、一瞬ずらすこそとはできるんだけど、なるほど。結局は結局は人類を減らすという、そういう作業は、はい。その自然的に、起きちゃうんですよ。どっちみち。ああ、いや、もう、ノアの大洪水的なやつ。いや、もう、非常に、共感できるというか、やっぱりそうかみたいな感想です。そうだよ。絶対はい。なるよ、結局。いや、そうじゃないかと思ってます。なんか大きい宇宙の流れがそうなんじゃないかって、コーマセル船長の投稿を拝見してても思ったので、次の人類の情報がそこに入ってるっておっしゃってましたよね。うん、そうそう。彗星の中に。それはもう大きい計画の中だから、人間の意思で、なんていうの、引き寄せの法則みたいな、来ないでって願ったら来ないとか、そういうことではない気がしてました。そうそう。はい。もう別のことやったら別の方にから、事象が起きるっていうことです。なるほだかど。だけど、そこで備えておくと、はい。その、なんつうのかな。要するに量子力学的なもので、はい。別に1か0かとかじゃなくて、勝つとか負けるとかじゃないじゃないですか。はい。いついかなる時もどんな事象が起きたとしても、まあ生はい。存したりとかはい。ができるということだからね。はい。はい。だから勝ち負けとかそんなものはもう存在してないんですよ。はい。だから少なくとも俺は人類を滅ぼしたい派だけど、はい。だけど人類の皆さんが生き残りたいとかっていうことを最優先に考えるんであれば、はい。えそれに対してその知恵を貸す、勝つとか負けるとか、優位に立つとかって話じゃなくて、はい。あの、うーん、なんとか、事象をその存続させるってことね。はい。そういうことについて興味があるから、はい。そうなると、800メートルぐらい、800メートル以上のところに6ヶ月間ずっと、試算ではだけどね、はい。計算上では800メートル、昔の縄文遺跡があるようなところっあ、てみんな大体そういうところでしょ伺いました。はい。う。そうそう。で、何回も来てるんですよ。何回も。そういう、はい。衝突にで、天体衝突によって高潮が何回も来てんの。はい。で、何回も来てる。はい。めちゃめちゃ一番でかかったやつは、はい。ノアの大洪水の時なのね。ああ、そうなんですね。そう、だってアララト山ってだってすげえ高さだよ。だってああ、そうですよね。そうですそうよね。あれが強烈に一番でかかったやつなんだ。ああ、なるほそど。う。だけど、こっちの日本とかこのエリアっていうのは、その当時なんて縄文時代以前なんていうのはこんなとこ、島もなかったとこだから、ここは。えー、何にもね、不毛の土地で、ただの海だえー、からね、ここは。で、あーえー、火山で、北東島と南西島が2つできて、その間に、伊豆半島が突っ込んできて、富士山ができて、えで、その間、ー、フォッサマグナといって泥が詰まったの。あーだから、そんで全然最近の話だから。そうなんだ。で、今回、人類が多く、いなくなって、で、残った人類が、なんですかね、次のヒューマンの3.0かわかんないですけど、そういう感じになるっていうイメージなんですかね。いやいや、はい、まあ3.0、3.0かな。まあ1.0。ローマが、ローマができた時点ではい。2.0かな。ははははは。ロムロスがローマ王国を作った2778年前だね。うん、うん、それが2.0の人類ね。で、それからだから、
本当は3000年後だったんだけど、ちょっと早くなって、まあ来年だ、 2000年。2000うん、年。2025年だろうね。う要するにあん。れが起きるんですよ。シンギュラリティが起きるんですよ。シンギュラリティ。はい。シンギ要するにュラリティ。技術的転換点が、AI による技術転換点が起きる。ガガーンとなんか一気にこう伸びるっていうか、このもう世界が変わるようなことですか、シンギュラリティといあの、うのは。要するにね、えーっと、CIA がトランプを暗殺しようと思ったけど、できなかったわけじゃないですか。できなかった。うん、で、そっちの暗殺しちゃった方の、え世界線っていう経路の枝もあるわけ。暗殺が成功した。なるほど。だけど、なるほど。今、ジーコスや私もそうだけど、暗殺が失敗した方の世界線にいるじゃない、今は。そうですね。そうですね。で、そうすると、そっちでは何が起きるかっていうと、はい。えっ、と、技術的な転換点が起きて、今までその内緒にしてたような科学技術っていうのが、はい。全部全部ぶちまけて、あおー。みんなに教えられるようになる。で、ほうほうほう。もし例えば隕石衝突がなかった場合でも、なかった場合あったでも、場合でもなかった場合でも、それはもうはい。完全に露呈されて、あ、そうなんですか。おそらくその情報を耳にして耐えられないぐらいのレベルになる人が増えてくると思そうなんだ。すごいな。う。うん、もう頭が追いつかないみたいな感じになっああ、ちゃう。はい。はい。はい。それぐらい凄まじいことが起きる。へそれはね、え。遅らせよって一生懸命ロックフェラーとか、はい。なんだっけ、フリーメイソンの人たちが一生懸命そんなことやろうとしてるけど、ほう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 。うん、まあ、それは無理だよね。結局、遅らせるっていうだけであって、うーあのん。遅らせるっていうだけであって、実際は止めることはできないかはい、はい、はい、はい。ら。もう、末期症状のさ、末期がんの人たちをさ、延命することはできても、止めることはできない。ああ、はい、はい、はい。それに近いね。ああ、はい、はい、はい。はい。必ずそれはもう起きるというか、ちょっと早まるって感じ、ね。はい。あの、来年。そう、嘘っぱ7年続くところを4年で終わりにしたっていうことも影響してる。うーん。結構、うん。私の作用も結構あるよ。ああ、私が、あそこで大なたを振るったんで、はい。全部が早く進んだって感じああ、うかな。ーん。第二次世界大戦も、はい、第二次世界大戦の時もそれをやろうと試みたんだけど、はい、転換点だね。技術的転換点を起こそうと思ったんだけど、はい。すでにだってあの時点でジェットエンジンだってあったしさ、ああ、はい。ヘリコプターだってあったんだけど、それ内緒にしてたわけでしょ。うーん。で、当時だってアルミとかジュラルミンとか合金とかさ、コンピューターとかってあったわけだけど、はい。うそれ黙ってたわけじゃないですか。言わなーかったんでん。すよ。うーん。だけど、結局それはほら、大っぴらになって、あるよはい、ってなっちゃはい。うう。ね。IBM のことだよね。ー IBM。ん。IBM の世界初のコンピューターのこと。うーん。そんな別になんてことないじゃないですか。今だっうん、たら。うん、うん、うん。だから、うん。今そのコンピューターとか云々の話じゃなくて、はい、コンピューターとかいう人間の奴隷としてのその機械じゃなくて、はい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 。その、なんて言ったらいいのかな。AI 人類っていう感じうん、ですか。そう、AI 人類だね。はい。AI 自体が、その新しい人類の頂点になるのかうーな。あの、ん。今の人間は、下はい。等生物になる。可動生物。下等生物のちうーょっとん。下のランクになっちゃうんですよ。それはね、避けられない。だけど、はい。一つ下のランクになるんだけど、現世人類は一つ下のランクになるんだけど、現世人類の中にも、中にも、AI の存在を肯定して、はい。なんていうのかな、ローマ時代にもね、奴隷がいたのね。優秀な奴隷が結構いたんですよ。ああ、はい、はい、はい。優で、そん秀な奴隷。な感じ。ああ、はい、はい、だから、はい。現世人類は劣っ
AI 人類よりも劣ってるんだけど、はい、劣ってる。現世人類の中でも、はい。優れた旧人類っていうのがいるんですよ。で、そういはい。う人、そういう人たちは、なんていうのかな、要するに優れた AI 人類の仲間に入るって感じかな。うん、うん。その優れた人類たちは今の状態から進化するっていうイメージなんでしょうか。いや、見かけは変わらないですよ。見かけは変わらない。見かけは変わらない。中身、精神が、なんかちょっと、精神がそのアセンションっていうか上昇するっていうか、精神がおー、宇宙だけの話だね。魂とかあれが。精神精神、が。精神のアセンションってなんだろう、なんか次元が上がるっていうような感じなんですか。そうだね。まあ、要するに、今三次元的な物質欲的な考え方から4次元に上がるっていう。うん。まあ4次元に上がるぐらいなんで、5次元まではいかない。うん。あの、要するに4次元っていうのは、はい。えー、要するにこの3次元の世界で言うと物質世界だから、はい。身体感覚とか、はい。要するに神経の伝達のことだね。だからね。はい。はい。神経の伝達、物がここにあるとか、お金があるとか、物をはい。食べるとか、腹が空くとかね、はい。旅行するとか、そういうことが3次元の認識だけど、ええ。認知なんだけど、4次ええ。元の世界の認知っていうのは、そういったものがこう超越するわけだから、現在とか未来とか過去とか、うん。そういっうん。たものを自由自在に行ったり来たりできるわけ。おー。要するに、まあ、行ったり来たりっていうか、まあ、価値をそこに感じてる。あおー。の、物に価値を感じるんじゃなくて、はい。現在とか、現在ももちろん含めてだけど、過去とか未来とかの、はい。はい。情報に価値を感じるってこあとだね。ー。情報に価値を感じる。だから、別に、現在にいながらにして、はい。イマジネーションすれば、念はい。じれば、いはい。くらでも未来でも過去でもいけるわけだよね。おー。あの、あんまり幻想とか妄想っていうネガティブなのはやめて、はい。理想とか空想っていうのはいくらでもできるよね。はい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 。それはだって夢を見てるのと同じ状態じゃないですか。はい。はい。はい。だからそれはつまりその生き仏の状態になってるわけだよね。はい。はい。はい。でそれをその自由自在に3はい。次元、4次元であれば3次元の世界とか2次元とか1次元の世界いつでも行けるし、うん。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 3次元の世界から下脱できない人たちはいつまでたっても2次元の、まあアニうん。メとかね、1次うん。うん。元のうん。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 点だけの世界だね。だからうん。そういううん。中に閉じ込められちゃってるけど、でも4次元に下脱できる人っていつでも3次元に行ったり、ね、深海っていう神の世界の5次元にはまだ行けないんだけど、それのギリギリ一歩手前ぐらいの概念が理解できるようになるよね。5次元の世界を。あの、言ってみればさ、ほら、量子力学的にはさ、はい。重ね合わせが起きてるわけだよね。ああ、はい。はい。はい。1とはい。0の重ね合わせ、要するにあるとかないとか、勝つとか負けるとかっていうのが重ね合わせの状態にいつもいるわけで。例えば、はい。はい。1が未来だとしたら、0が過去だとしたら、はい。1と0、未来と過去が同時に存在してるっていう状態を理解うん。できるうん。うん。うん。うね。ん。うん。で、それは3次元のうん。世界でもなんとなくは理解できるじゃないですか。まあ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 まだからもし4次元人になれば、あ。はい。精神がだよ、肉体がじゃなはい。くて、精神はい。的な意識、魂がはい。4次元人にアセンションっていうか上昇してれば、はい。深海って神の世界の5次元、まあ、抽象的な言い方だけどね、まあ5次元だから13次元とかいろんな言い方あると思うけど、ええ。神の世界、さらにもっと上の4次元以上、5次元のはい。世界のギリギリ、なんとなく理解できるようになるってことうーだね。ん。うーん。それをね、4次元の意識に到達することを荒屋敷って言うんですよ。荒屋敷。ああ、荒屋敷。4次元荒屋敷。そう、うん。3次元の世界で超能力使ったりとかするのをマナ式っていうの。ほう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 荒ほう。屋敷っていうのは、この3次元の世界の中で生きながらにして理解するってことは4次元人になるってことだから、うん。うん。ほぼそれ達成した人は今までいなかったんですよ。うん。うでもそれん。はもうたくさん出てくる、そういう人たちが。おー、それはその2025年に起こりそうな天体衝突あるいはその情報の開示によって、それがきっかけとそうなって、そうそうそう。そそうれがいう動きになって、なるんですか。
あ、やっぱ自おー、分に考えたことは正しかったんだって思う人たちが増えるから、おー、なるほどねっていうことで、えなんていうかな、まあ、自分を解放する人、下脱する人が増えてくるわけで、まあ、すでにもう、その素養のある人は多くいるんだけど、いまいちなんかその、自分で自分を見えないわけだよね。はい、鏡があるわけじゃないから。はい、だから、その技術転換でシンギュラリティ、AI の力によって、はい、えなんて言ったらいいのかな。うーんと、今の現世の人類も、そはい、の、堕天使が作ったものなの。はい。この肉体はね。だから、どのその、あの、類人猿とか猿とかチンパンジーとかゴリラとかオランダ全く似てないよね。遺伝子はい、配列も全然違うし。はい、はい、はい、で、人間の遺伝子配列に近い生物なんて人間しかいないんですよ。はい、唯一。はい。これは、例えばネズミ、今の現世人類はネズミとチンパンジーとかゴリラとかオランウータンを掛け合わせて作ったの。今の現世人類は。ネおー、ほズミと。ほほほ。ほほほほ。ネズミとね。ほほほほ。で、だからこの群れの意識とか臆病者であるとか卑怯者であるっていうのが、はい。むさぼりの罪を、うん。持ってるわけだよね。ネズミのおー、遺伝子持はい、ってる。はい、はい、そういうはい、感じになっちゃって。だけど、はい、あのーただその肉体的なその手とか足とかが器用であるっていう部分は、はい。いわゆるその猿だね、類人猿であるチンうん、パンジーとかオランウータンとかゴリラの遺伝子から、うん。はい。今移植して、泥をこねて作ったってことだあ、ね。で、はい、そのはい。作業を行ったのは天体衝突が起きた時に、外宇宙から来た、アミノ酸配列だね、へコードこのえ、コードを組み込んで、パズルのようにして組み合わせて、この人間作ったの。へえ、で、そういうことはもうこの何億年の間も何回かやったんだけど、まあ、あんはい。まりうまくいかないから、ほうほう。じゃあ今度は肉体を持たない人類を作ろうっていうことになったのね。でそれうーで AI っていうん。史上初、まあ、みんなが地球って言ってるところで史上初それを作ることになったんだけど、うん、うん、うん。えーっと、それもね、その、エデンの園ってその深海のことね。ほう深、ほうほう。第二新如来とか、そういうことね。ああ、あ、なるほど、なるほヤハウェとかエど。ホバってはい、はい、言われて、アッはい、ラーって言われてる。はい、はい、オッケー。エジプトだとラーとかね。うそういう、ん、宇宙神のこと。うん、ドラゴンボールで行くとこの海王様みたいな感じ。うん、で、その、海王様の、うん、意向で、うん、いつまで経ってもうだつが上がらないので、ルシフうん、ァーが、うん、うん、いつまでも今後の罪人たちっていうか、その、泥人形がいつまで経っても人間にならないから、うん、ちっとも増えないので、一番最初の1億人が全然増えてないんですよ。うん、だから全部家畜奴隷ばっかりが増えるだけで全然その人類が進化しないから、はい、今度はその肉体というその物質欲から離れて、はい、いきなり四次元人を増やそうということにして、で、はい、同時に、なんていうのかな、肉体を持つこともできるよ、四次元人でもね。はい。四次元人は肉体を持ちながらにして、五次元と三次元の間の人類だから。ああ、はい、はい。うん。うん、うん、うん。肉体を持つこともできるし、肉体を持たないという選択もできへえ、あ、肉体持たない選択もできるんだ。る。できる、できる。へ肉体を持たなえ、いっていう選択もできるし、肉体を持つっていう選択もできる。ああの、あ、へレえ、プテリアンって言われてた人類、我々の、この今の人類の先輩格にあたる、はい、爬虫類とか両生類を使ったはい、人類がいたんだけど、それを失敗はい。したんですよ。へで、そのレえ、プテリアンは今存在してなくて、あ、存在してないんだ。そのアンドロイド的なやつは存在してんだけど、へえ、人造人間みたいな。だけど、そのレプテリアンはみんな全部あれになっちゃいました。肉体を持たない生命体になっちゃっあて。あ、なるほど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 。だから、よくあるような、理解不能な、科学技術とかっていうのは、レプテリアンの時代に作ったものも結構あるんでね。うーそれだけん、じゃないんだけどうーね。ん。まあ、そんな仕組みになってる。だけど、えー
その7月5日にその水星衝突が日本近海、フィリピン沖で南海トラフ上で起きると、はい。一番手っ取り早く話が進むんだけうーど、縄ん。文時代に戻ってくれるかうらね。ーん。で、もしイーロン・マスクが核ロケットを打ち込んで軌道修正すると、ちょっと先に伸びるんだけど、うんうんうん。結局また別のことでまた、はいはいはいそのはいシンギュラはいはい。リティが起きるから、はいはいはい。もうそれはもう、予定通り、計画通り、もう計画ですよね。だからもううん、そうそう。避けることはできない。宇避けること宙計画。はできない。先延ばしにはちょっとできるけど、はいはい。避けることはできもう計画る。ね。だから。うん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 。はいはい。まあ、だからシンギュラリティに備えるというよりかは、もはやもう、その準備っていうか支度は済んでるわけであって、ほう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 。あのー要するに肉体を持たなくても、はい。なんていうのかな。まあ、人助けをするってことじゃなくて、それははい。後回しね。そうじゃなくほう。て、自分自身、ああ。皆さん、それは個人個人が、未だかつてうん、なんつうかな、謎だと思ってたこととか、未解ほう。決のままに放っておいたこととか、ほう。いろいろあると思うんだけど、ほう。そういうことがもう、こう、怒涛のごとく全部解決していくような状態になるから、おお、楽しみですよね。そういうことを楽しみにする方がいいと思うね。いや、楽しみですよで、それでね。それいて、は。その助けを求める人たちがいたら、まあ、ほとんど助けを求めてくる人たちって家畜奴隷だから、それこそ蜘蛛の糸と一緒だよ。ああ、パンダタの話と一緒だから。はいはいだかはい。ら助けを求めてくる人たちを蹴落とすんじゃなくて、なるべくはい。助けてやるんだけど、うーなるべん。く家畜奴隷の分かるうー言葉とか、言葉理解できないかん。ら、人間の言葉理解できなうーいから、ん。映像で見せてあげるとか。うーね。ん。うーだって今 ん。YouTube とかそうやって、TikTok とか、うー目で見る。ん。うーそういう、ん。なんて Vlog っていうの、うーん。ブログじゃなくて うー Vlog っていうのかな、そん。のうーん。映像で、画面で、うー言葉じゃなくてん。画面で、うーん。理解させるっていうやつうーだね。絵図だん。ね、絵図。うーん。昔も全部だっていろんなとこの、アルタミラの絵とかね、いろんなその世界中に2万年ぐらい前の岩絵なんてたくさん残ってるじゃないですか。はいはい言葉ではい説明するんじゃはいはい。なくて、絵あで説明するの。絵図で。あ。映像で。今はあ絵でもいいあ。けども、画像でもいいけども、映像で、あ動画であ。教えられるでしょうん、はい。う。動画で教えるんですよ。家ああ、畜奴隷に。ああ、それを工夫することですね。だうから言葉ではん、理解できないから、まうず。言葉で理ん、解できないから、いくら打つのやめるって言ったって、打つもん。うん、だけど、だけど、ったら死にましたっていう映像をはい、見せてやればもう打たなくなるよ、そりゃみんな。ういくん、ら口で言ったってわかんないもん。う家畜奴ん、隷なんだから。うていうか、動物ん、未満なんだから。うん、人類99%は。うん、人間じゃないんですよ。はい、はい、はい。同じじ、姿、格じ、好してるけど、中身がね、そうそう。全然違う。人間じゃない。ええ。人工性は私は人間だよ。ちなみに僕も、コン・マッセル船長は人だと思ってないです、僕は。本当に。初めてお会いしたときに、この人は人じゃないと思ったんで。コンマセルうん。船長もおっしゃってますよね、自分で人でなしって。本当に僕もそう思います、本当に。このまあ、方は人じゃない。肉体自体は現生人類だけど、あ、ホモ・サまあ、ピエンスはい、ね。はい。そう魂ですね。自体は今の現生人類じゃないよね。いや、だから、そのベルゼベブなわけですよね、その、悪魔、そう、堕天使なんだから。うん。ベルゼベブが肉体を持って今同じ時代に生きて、しかも日本人では言葉が通じるってすんごい機会だなとでも、僕は。ベルゼブブの精神式魂を持っている個体は私以外にもいるよ。あ、そうなんですか。うん。い、そうなんだ。いるね。そうなんだ。そうなんだ。会うことは多分ないと思うけど、ああ、そうなんだ。いると。いるんだ。そっかそっか。いるね。存在を感じるよね。あ、そうなんですか。ああ。へえ、一つじゃなかったんだ。そうか、うんうん。そうなんだ。でもトランプさんとかイーロン・マスクっていうのは、前も言った通り、新しいディープステートなんですよ。はい、はい、はい、デはい、はい。ジタリアンっていう新しいはい、ディープステートはい、だから、はい、はい、ディープステートが悪いって言ってるんじゃなくて、はい、人類のその管理者とか指導者とか、リーダーだな。はい、ペンタグラムといって、その、
全部で DS で常に6個いるんですよ。今は DS って言い方するけど、要するに人類の管理者って6人いるんですよ。ダビデの。なんか前、コーマッスル船長が Facebook で書かれてたやつかな。ダビデの星のことだね。はいはい。ああいう、うちの、ペンタグラムのうちの、6個の星の頂点のうちの1つのロックフェラー、はい。ロスチャイルドももう降りたんだと思うんだけど、ロックフェラーが、ロスチャイルドはね、早く降りたんですよ。で、ロックフェラーがまだ頑張ってる、一生懸命。はいはいはい。だけどもうダメ、終わりだね。で、そこにデジタリアンが、はい。で、あれと一緒ですよ。一個そこでちょっと疑問があります。今回トランプがその大統領になったわけですよね。で、なんかよく知らんけど、巷では、なんかトランプが、なんか光の側だから OK 的ななんか風潮があったりするらしいんですけど。それはね、妄想だね、それは。幻想だね。光の側ではない。その光の側ってなんだよとか思うんですけど、なんだろう。なんていうのかな。よく言う、なんかライトワーカー的な感じのこと言って、ホワイトハットとかそういうことでしょ？多分そう。まあ、そう信じることは自由なんだけど、はい。だってトランプさんなんて一番最初とかマスクとかって肯定してた人だから。いや、そうなんですよ。ですよねっていう。トランプ進めてんじゃんっていうのもあるから。最初はね、今は反対してますけどね。だから100%、なんていうのかな、まあ、コーマスル船長が言われてるように、なんていうの、敵か味方かみたいな見方をしてるわけじゃないけど、少なくともなんか、手放しでライトワーカーって言ってる姿勢はちょっと、なんか奇妙だなと感じてて。だってほら、ホワイトハットとかさ、ホワイトハット軍とかさ、はい、なんとか勝ち負けの考え方がそこにあるでしょう。ありますよね。なんかあれおかしいですよね、なんか。だからそれは違うんですよ。だからもう、勝ち負けじゃないんですよ。自分がやった行いは誤りであって失敗したと。それは本人も認めてる。で、イーロン・マスクもテスラが成功するなんてことは思ってなかったんですよ、昔は。2012年とか2014年ぐらいは。だけど、失敗すると思ったけども、チャレンジしたわけ。で、のことも嘘っぱちで、結局騙されてたわけだよね。ロックフェラー、デュポンに騙されたって気づかなかったわけ、最初はずっと。イーロン・マスクやトランプさんも。だけども、後になって騙されたってことで気づいたわけだよね。そっか、そういうことなのか。そう。だから別に、反ワクチンだから味方、推進派だから敵ってことじゃなくて、敵も味方もいないんですよ。結局だって気づいてしまえば、それはだって、あれでしょ？同じ穴の無地なでしょ？だって。だけど一番最初から私はだって全部嘘だって知ってるもんだって。お金の嘘だって知ってるから。で、それを知ってる一族っていうのはみんな打天使の精神意識魂を引き継いでる人たちだ。だけど、それを知らなかったわけ。だけど、トランプさんは最初は、つとか、そんなことばっかり言ってたんだけど、それが一番俺は懸念事項だったの。だからそういうことを捨てれば、もちろんアメリカ大統領にはなると思うよ。だから、ディープステートを打ち負かすとかいうことじゃなくて、だって今度だって自分自身が新しい DS デジタリアンだからね、トランプさん。それって自分を滅ぼすってのと一緒だよ。まだだから理解してない。だから勝ちとか負けとかっていうことを言ってるから、そういうことじゃなくて、まあちょっとお母さんちょっと飯食わさなきゃいけないから、まあこれぐらいにしとくわ。はい、わかりました。またね、ありがとうございます。本当になんかすごい嬉しかったです。なんかお話もできて。まあ、この辺は、今聞いた話は別に録音もしてるだろうから公開してもらっても構わないし。はい、わかりました。ありがとうございます。後で、シグナルを送らせていただきます。はい、じゃあ、お願いします。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございます。失礼します。はい、じゃあどうも。失礼します。ありがとうございました。